今回の燃費は、64.7 キロ走って、なんかね、この企画始まって以来、3年間やってきて、もしかしたら初めてね、これね、夜だと特に綺麗で、できることは多彩な表示内容。これね、いろいろ切り替えができるんです。クラウンクロスオーバー、ハイブリッドシステムの印象や燃費など、後半です。前回のパート1は加速時の印象と、はい、前回です。ドライバー A による燃費走行でした。そして今回の後半は私ヒラリー男爵が燃費見ながら走行します。道中はあれこれ話しながら運転していますので、ご覧いただけましたら嬉しいです。ただ今回はちょっと厳しい印象になってしまってます。率直レビューは平常運転ですので、どうぞお許しください。ではここからは私ヒラリー男爵が運転してまいります。最近ね、2人のドライバーで半々で運転するようにしたのは、やっぱりね、車ってその乗り方とか、その得て増えて、そういうのもあって、一人のドライバーが運転するとね、ちょっと偏りが出ちゃう。そういったところから2人で運転するようにしています。で、あと時間今日も夜なんですけれども、交通の流れに左右されにくいといったところで夜やるようにしています。あとちょっと繰り返しになっちゃいますけれども、車は、クラウンクロスオーバーの 2500cc の比較的ベーシックなハイブリッドシステムを搭載するグレードです。で、この辺ちょっと暗いんでね、明るいところに行ったら少し車の話をしつつ、途中経過を入れつつといった感じで進めてまいります。途中経過です。現在燃費は 19.5 キロが表示されています。ちょっとこっちがね、ごめんなさい。ヘイトヨタが反応しちゃった。で、ちょっとね、この辺走りながら、車の加速、減速とかそのあたりに関する部分で話していきたいなと思います。まずね、この車で特徴的もしくは高級装備と感じた部分、電動グリルシャッターについて触れさせてください。このクラウンクロスオーバーね、全グレードで電動グリルシャッターが装備されているそうです。電動シャッターですね、ラジエーターの冷えすぎちゃうと燃焼効率が悪くなるということで、冬場とかね、冷感時はこういうの閉まったりすると思うんですけれども、電動グリルシャッターってね、名前の通りグリルのところにシャッターがあって、それが電動で、多分温度をね検知してそれが開いたり閉まったりするといったものです。やっぱりハイブリッドってエンジン停止の時間長いですから、冷えやすい。冷えるとエンジンの効率落ちるし、エンジンオイルも冷えて硬くなっていく。要するに効率が落ちていく。それからあとね、暖房が効きにくいといったところもありますので、それでそういう時はね、多分閉める方向に制御されていて、逆にこうバンバン全開で走るようなシチュエーションとか、夏場の渋滞中とか、停止中ってね結構水温上がりますから、そういった時は開けてその性能を確保しているみたいな、感じの制御がされているなと予想できます。で、そうですね、最近そうは言ってもトヨタのハイブリッド車ね、結構どれも暖房効くようになってきたと思いますので、ついてるかついてないかはね、すいません、カタログ見なきゃわからないといったところが本音です。で、続きましては、ブレーキについて。ブレーキがね、ごめんなさい。あんまりいいことを言えないです。新しい車でね、一昔前のトヨタハイブリッドと比較すれば良くなったんでしょうけれども、ちょっとね、それは、この前のシエンタハイブリッドとか、プリウスで思ったんですけれども、これちょっとね、なんでしょう。車が良くなって、ダイレクト感が強い。だからこそちょっと気になる部分も分かってきちゃうのかな、気になってきちゃうのかなっていったところでね、あります。具体的には、動力に対しての、減速力。これがなんか場合によって変わってるような感じを受けなくもない。もしくはエンジンの始動とかで多少変化するところがあるのかもしれない。実際は電動ブレーキブースターで、そのエンジンのね、不圧とか使ってないでしょうから、関係ないと思うんですけれどもね。何かしらの影響で減速が違うところがある。4WD で、そうね、リアの改正とかによってもあるのかないのか。でね、停止直前のね、さっきからやってる停止直前の抜く操作に関しては、そんなに難しいことなく滑らかに停止ができます。今もね、こうやってきて、
ちょっと足の力を抜いてやれば、カクンといくことなくね、停止できます。で、ブレーキホールドもここからね、ちょっと踏み込めば作動するんですけれども、ここはいいです。でもね、もっとその手前ですね。例えばワインディングで、もしですよ、前回踏んでいった後の速度調整とか、あと、本当のごく低速、スピードメーターで0キロで出ている。でも車が動いてるあたり、なんでしょう。クリープの力を打ち消して速度を弱めて一定速度で走るぐらいのところのブレーキの調整がね、すごく難しいです。今日ね、自分1日乗っていて、結構距離走ったんですけれども、まだね、すいません、そこがうまくできない時もあるぐらいの感覚です。この辺ちょっとね、ブレーキ悪いと言ったら申し訳ないんですけれども、ちょっと、自分にはね、扱いにくさを感じています。で、ブレーキホールドからの発進で言いますと、これもやっぱりね、半々なんですよね。すごくゆっくりそーっと出てくれる時もあれば、ちょっとコクッとね、リアの方がコクッとして出てく時もある。でね、半々ぐらいで感じが変わってます。じゃあ続きましては、ドライブモードに関して。この車は、基本3パターン、スポーツ、ノーマル、エコというのがあって、あと EV モードです。で、基本の3パターン、エコ、ノーマル、パワーは、どれもね、使いやすいです。それぞれ差があって、しかもどれも使いやすい。まずエコは、やっぱりスロットル特性ね、緩くなります。なので、同じに加速するには、多めに、アクセルを踏まなきゃいけない。でも、かったるすぎないので、普通に乗れて、乗りやすい範囲内での制御ですから、使えるエコモード。で、スポーツモードの方は、踏み始めの穏やかなところもきちんとあって、その先で、ちょっとね、刺激的っていうか、パワーの盛り上がりが速くなる。で、多分スロットル特性以外にもね、バッテリーの電気の出し方とか、モーターの制御とか、いろいろ変わってると思われますし、それによって力強さも増して、でも滑らかさは欠かない運転ができる。なので、スポーツモードも使いやすい。ノーマルはその中間ですかね。今ちょっとね、画面は映ってるかわかんないですけれども、一応いじるとね、グラフィカルに出てきて、そのモードのね、変わったのを明確に伝えてくれます。で、今日はね、燃費テストは、ずっとノーマルモードで走っています。で、あとね、4WS に関して、スポーツモードにすると、逆位相にね、聞いたときに、スポーツモードとか、4WS がよく効いてるように感じるんですね。多分、よく効いてます。逆位相っていうのは、ハンドル左に切ったら、後輪が右に動くとか、そっち方向です。これすごい違和感あって、やっと慣れてきたかな。でもハンドル切れ角大きくなった時にはね、気になるといったところで、60キロぐらいでスポーツモード、ここが一番気になって、でも100キロぐらいでコーナリングするとき、多分同位相に動くんでしょうけれども、そこはね、そんなに気にならないといったというか、気持ちよくコーナリングできるというのをね、感じていまして、このあたりちょっと別動画で触れていきたいなと思っています。そうですね、ドライブモードはそんな感じで、あとちょっと 4WD についてちょっとだけ触れてみますね。これ、今ね、メーターの右側にモニターで出てるんですね。フロントの駆動力が、5分割で何メモリ、それからリアの駆動力が5分割何メモリというのが出まして、これ見てるとね、発進の時に通常の発進でもリアタイヤの駆動を使ってくれているのが分かります。例えばこのくらいですと今前後2メモリ使って発進してくれています。で、もうちょっと強い加速になると、若干リアがでもうちょっとね体感できるぐらいで、駆動しているような感じを受ける。そうしますと前がねフロントが伸びない方向で、加速してくれるので、やっぱりこの辺リア駆動のいいところかなっていうのがね、車自体は前輪駆動の横置きのエンジンのパッケージでリアにモーターがつく、いわゆる E4 のシステムです。あとこういう巡航中はね、アクセル半分ぐらい踏んで加速する時も結構フロントだけで加速してるのかなっていう時もあれば、若干リアも使ってるなっていう時もあるぐらいの感覚です。それからですね、このメーターね、ちょっとこれ差し込みますね。まずね、いろんな表示ができます。で、タコメーターも表示できる。
まずね、あれです。二眼式か一眼式かを選びまして、で、その一眼式に何を表示できるかができるんですね。選べるんですね。スピードメーターかタコメーターか、あとハイブリッドのパワーゲージ。ここから選べるのが面白い。で、さらにその円形の一眼の両端に何を表示させるのっていうのが選べます。簡単なナビの地図表示とか、4WD の駆動状況とか、燃費とか、あとオーディオとかね。で、それぞれのモードごとに3タイプメモリーしておける。みたいなところでね、このフル液晶メーターなんかこうフルに使ってるなっていうのがありますよね。でね、そうですね、ここで言うと、ブレーキのオートホールドがオンになってるか、なってないかっていうのが、右下にちっちゃく出てきて、それがね、緑に点灯するんですけれども、右下にね、本当はこれね、状態、もっとはっきり知りたいですから、もうちょっと見やすいところに出てほしいんですけれどもね。で、手元のブレーキホールドのスイッチにはインジケーターがないです。なのでメーターの位置しっかり見なきゃといったところですかね。あと、電動サイドブレーキ。ここもやっぱりね、手元にインジケーターがなくて、メーターのどっかがなんかだと思うんですけれども、これ、やっぱりもうこれ一度引いたらね、あとはもうずっと車任せということになるから、よくわかんなくてもいいといった判断なんでしょうかね。で、すいません。あともう一つ、静粛性。さっき前半の動画で、前回加速時のね、エンジン音なんかに触れさせてもらいましたけれども、今度は日常的なところで、こうやって走ってる時のね、エンジンに関して。結構ね、エンジン主張ありますね。それはクラウンだからというわけではなくて、例えばカムリのエンジン。すいません。自分もね、カムリのエンジンの時に、2400cc の、サイというセダンから乗り換えたんですね。で、サイの時はエンジンかかっても静かだった。その代わりかかる時にブルンという振動があった。で、カムリにしたら一気にエンジンうるさくなりました。特に外で停止中の車のエンジンがかかるとね、うるさい。でもその代わりかかった時の振動とかは、なくなったっていう感じかな。で、ちょっとうるさいって言っちゃったんですけれども、すいません、もしかしたらね、このクラウンの方がもっとエンジンの主張があります。平たく言うとうるさいかなと。平たく言わなくて、普通にね、ごめんなさい、ちょっと多分こっちの方がうるさいです。カムリね、こうやって走ってるとタイヤのゴロゴロに隠れるぐらいのね、エンジン始動してもその音なんですけれども、ちょっとね、クラウンブオンって言いますね。で、あともう一つ。このエアコンの風量なんですけれども、自分たちね、こうやって録音しててマイク使ってます。で、ちょっとこの音に関してはこだわりもあるので、神経質なんですね。で、そうして考えた場合に、風量一メモリでも、音が大きいです。風量が大きいっていうのかな。で、内気循環の一メモリだと大きい。外気循環の一メモリは気にならないとしても、内気循環の一メモリは結構音がする。そうですね。もう、本当はクラウンっていうと、もしくはトヨタの高級セダンっていうと、こういう音に関しては神経質なほどにね、こだわりがあるものかなという、今までの思い込みイメージ、それから今までトヨタが作り上げてきたそういう、ブランドイメージですよね。でもね、ちょっとうなっちゃいますかね。といったところでね、今 20.5 キロ。先ほどドライバー B が運転した時と同じぐらい燃費をキープして、きました。じゃあこれで、スタート地点に戻って集計したいなと思います。ゴールです。スタート地点に戻ってきました。今回の燃費は、64.7 キロ走って 21.5 キロの燃費です。さっき同僚と話してたんですけれども、このメーターのね、何でしょう、車載燃費計の誤差というのも車による差があるでしょうから、そういった差なのかなといったところで、あとね、ちょっと思うほど燃費良くなかったので、ちょっと今度ね、カムリと比べてみたいなと思います。ということでね、じゃあちょっとこれからメーター移しますね。このメーターすごいです。このメーターがね、クラウンのね、すごくいいところなんで、ちょっといろいろ移してみたいなと思います。すいません、メーターです。これね、夜だと特に綺麗で、でね、できることは多彩な表示内容。今ね、こうやって見てもいっぱいの情報が映ってますけれども、これね、いろいろ切り替えができるんですね。まず今一眼式のメーターで、
これをね、いじることで二眼式に変える。これが二眼式です。で、これが一眼式。一番上はね、一眼式のちょっと、あれですね、バリエーション。で、これ選びますよね。その次に、中央の表示内容を選べる。これだ。タコメーター、スピードメーター、あとパワーゲージ。で、さらに、それからですね、メーターのデザイン。これね、どうだろう、見た方が早いですよね。この、見た目が変わります。それからですね、ですね、さらにあります。この状態で、中央は今ね、変えたので、この左と右と、あと真ん中の下、このあたりの表示内容を変えることができます。ちょっとじゃあ左端だけやってみますね。これで、左にゲージを持ってくると、カーソル持ってくると、この中からね、選んで表示ができると。いっぱいありますよね。で、ここでめくる。今回はね、EV 走行比率 70% といったところでした。EV 走行比率 70%。では、ちょっとだけまとめていきます。動画以外で普通に走っていた時は、340キロ走って、燃費 20.5 キロが表示されました。大部分が2人乗車で暖房をつけての走行です。今回は寒かったこともあって、思ったほど燃費が伸びなくて、動画のシーンも交通の条件は良いのにカタログ値に届きませんでした。それでも19インチタイヤを履いた純ガソリン車と比較すれば、プラス10キロぐらいのイメージ。さすがトヨタのハイブリッドです。ちょっと大きめのタイヤ履いた 2.5 ですと、多分ね、今日ぐらいのところ走って12キロとか13、4キロぐらいだと思うんですね。それから見ると10キロぐらい。あと、タイヤの空気圧。これは前半動画で述べた印象につながりますが、乗り心地的に重い19インチホイール。で、サスペンションの初期領域が動きすぎちゃうくらいですので、空気圧を上げての燃費改善も不快感のない範囲でできそうです。そして走行中に触れたブレーキですけれども、この後に気づいたこともあって、クリープがね、結構強いです。メーター読みで時速8キロぐらいがね、スーッと出ちゃう。そしてこのクリープが弱い時もある。これがね、ブレーキの操作感に影響しているのかもしれません。で、合わせてクリープの力を殺しつつ、揃って走るのがね、すごく難しい。滑らかな停止はね、楽なんですけれどもね。ただ、その少し上の速度域が難しい。ここね、ちょっと気になるので、マイナーチェンジでの改良をしたいところです。2024年に1回目の改良が行われると噂されています。あと、もう一つ追加して、PDA という運転支援があります。ごめんなさい。ちょっとね、減速力に関する部分でね。この PDA で減速力が周囲の状況に応じて変わるというのがあります。状況によって回生ブレーキの強さが変わる。これもあってね、なかなか難しいです。で、そう、ブレーキね、あれです。いいところもあって、ちょっと強めなブレーキ以上の時には、リアブレーキがしっかり効いてくれるのが体感できるので、ブレーキの時のね、姿勢がすごくいい。このあたりとかね、あと、PDA に関する部分とかで思うことなんかは、ちょっと別動画で触れていきたいなと思います。すいません、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。